をお楽しみください。皆さん、こんにちは。自分のパソコンが Windows 11に対応していないことに気づいた中の人のがいる、キズナあかりです。やはり中身を交換するより BTO パソコンを買った方が楽かな。今回は首都高での様子を動画にしました。では、首都高のインターまでスキップします。今回は首都高走行がメインになりますね。今まで湾岸線は走ったことがありますが、都心の方を走るのは初めてです。しかもこのジャンクションで高所恐怖症が発動。このカーブがとても怖くてかなり緊張してしまいました。アクアラインでも高さを意識して恐怖を感じたことはないんですけどね。前にも山梨県の中部横断自動車道の富沢インターから新清水ジャンクションの間で恐怖を感じたことがありました。アクアラインではそれほどでもなかったから、単純に高さだけではなく何か他にも発動の条件があるのかな。おっと、高所恐怖症の話をしていたら東京ディズニーランドを過ぎていました。ほとんど行ったことがないけど、こんなルートで行けるのかと後から実感。湾岸線は走ったことがあると言っても、こっちの方は来たことがないから新鮮だね。そういえばこの辺りはコミックマーケットが開催される場所でもありますね。こうして走るとディズニーランドとビッグサイトって近いんだな。しかし私はコミケはもう長いこと行っていないや。今だと開催日が夜勤になるからな。有名スポットに思いを馳せていたら東京西高路の下を走るトンネルに入りました。伊豆諸島に行く船とかはこの頭上を走行しているのか。東京湾の道は下を走ったり上を走ったりいろんな顔があるね。トンネルを抜けてぐるりと回ると首都高初心者には怖い都心に向かう道に入ります。私はさらに方向音痴もあるから道を間違えそうで怖い。その予感は的中してこの後ひどい目に遭うんですけどね。ルートとしてはここから東名高速を使って帰る予定を立てていました。本当ならこのジャンクションで東名に入る予定でした。ここで方向音痴が発動してしまいました。道を間違えた瞬間に車の流れが悪くなってきました。ここでどうやって帰るか考えました。まあ中央道を使うしかないと思いました。その中央道に入る列がここかなと思って入りました。この日は気温が35度を軽く超えた日でした。それが影響していたのか、トンネル内でミストが巻かれていました。そのミストのせいか、湿気がすごく蒸し暑くてたまりませんでした。この辺りでこの列が出口の列でジャンクションじゃないことに気づきました。最初の渋滞にはまったのが18時30分頃。それから8分ほど経って中央道に入る西新宿ジャンクションの列に並びました。推定 3.6 キロを8分で進んだ感じかな。しかし暑さとノロノロ運転で私の体力はすごい勢いで奪われていきました。割と吐き気に襲われたりしてきましたね。心臓疾患持ちでもあるので胸の苦しさも出たりして怖かったです。体調の悪化ですごい時間が経過していた気がしましたが、17分ぐらいしか経っていなかったのね。とりあえずトンネルを出たので湿気地獄は回避しました。でも猛暑は続いていたのでバイクを思いっきり走らせて風に当たりたいと思っていました。でもまだまだ渋滞が続く。すり抜けをしたい衝動にすごい襲われました。でもここでのすり抜けは何かの違反に引っかかりそう。そう思って頭の中は渋滞を早く終わってでいっぱいでした。しかし長いジャンクションだわ。そろそろ本格的に渋滞にはまって30分。20分を数キロって感じかな。私は大抵平日にツーリングに行くからここまでの渋滞は初めてでしたね。やっぱり東京都心は恐ろしい。でも午前中のラジオで交通情報を聞いていると地元でもかなり渋滞している時もありますね。その時間はあまり使わない時間なので渋滞の経験は少なかったんですよね。そして西新宿ジャンクションを抜けたら渋滞が緩和してきました。ああ、やっと風に当たれる。風が涼しい。私は風になったのよ。でも奪われた体力はかなり多かったので早くパーキングエリアに入って休憩したい。今度はそのことばかり考えていました。八王子に着くまでに確か1箇所あったと思ったけど詳しい位置がわからない。思ったより遠かったのでかなりきつかったですね。ということでここからパーキングエリアまでナイトツーリングをお送りいたします。
道の駅市川からここまで約1時間50分かかりましたか。本来なら私が走ったルートは通常1時間ぐらいみたいです。ではやっと休憩できたので、今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。